はい、皆さんこんにちは。ご安全にゆうです。今日 YouTube でインプレッションしていくバイクはこちら。最近街中でたくさん見かけ始めてきたメーカー台湾のキムコ最新のフラッグシップモデルの KRV180TCS という車両です。この色、とある師匠のバイクの色に似ている気がするんですが、スクーターとは思えないほどよく作り込まれていますし、パーツ一つ一つのクオリティがめちゃくちゃ高い。日本ではまだメジャーなメーカーではないかもしれませんが、世界的なブランドなんです。本国台湾では22年連続1位だそうです。2015年キムコジャパンが誕生し、アフターサービスなどが充実して、より私たちが買いやすいような環境になったと思います。ということで早速試乗インプレッションに行っていきたいと思います。マックスで上げてみましょう。多分90キロぐらいいっちゃいます。十分速い。180とは思えない。で、結構ね、挙動が安定してるから怖さもあんまりないんですよ。私からの目線では外観のピンクは1ミリも見えないんですよね。ちょっとお茶目な色をして走ってるなと思われますね。もちろんこの色の他にもディープアクアマリン、フラットシルバー、ブラック、小回りがめっちゃ効く。やばくないですか？I'll be moving along, singing my song, running around, ain't nothing wrong. The live long day. I said, the live long day. スクーターってどっちのブレーキをかけるか迷っちゃいますね。ロケット 3R をキムコのバイクが追いかけて。今回初めて知ったのですが、もともとキムコというブランドは日本のホンダと一緒にバイク作りをスタートさせました。他のメーカーにもエンジンや車両を提供して高い評価を得ています。なぜこんなに走りやすいのだろう。それは一般のスクーターとは違う構造にありました。一番バイクで重たいパーツはエンジンです。そのエンジンをどのように取り付けるのか、どのような場所に配置するのかによってバイクのパフォーマンスは大きく変わってきます。
大体のスクーターはスイングアームとエンジンが一体となっている作りのパターンが多いのですが、この KRV に関してはバイクのようにエンジンはフレームに固定されている構造になっています。巷でよく聞く50対50の重量配分、これをなんとスクーターで実現しています。という言葉がありますが、50対50は正義という言葉も辞書に入れておきましょう。照英さんの EX0、 こちらを今日持ってきたんですけど、果たしてスクーターの中に入れることができるでしょうか。めちゃめちゃ広いんですよね。意外と深いですね。ここにはライトがついているので夜間大丈夫そうです。私の身長は170センチ。さて気になる足つきチェックをしてみたいと思います。フラットなので非常に乗り込みやすい。ちょうどかかとをぴったりベタっとつくような足つきです。タンデムステップ出しました。引くんではなくて押すタイプですね。手を伸ばしたところすぐにハンドルがあるといった印象です。シート高は 795mm です。すごい走りやすかった。はい、そして乗り換えます。 X タウン CT250、 この色もまたすごい爽やかなブルーです。これもどこかで見たことあるような色ですが、ポルシェによくあるマイアミブルーみたいな色合いじゃないですかね。ヨーロッパ人気もあってか、ヨーロッパ車の色を参考にしているのかもしれません。こちらとこちらの並びすごくないですか。はい。Don't wait for me, honey. Don't wait. 'Cause I'm always heading your way.最近ね、イタリアをはじめとするヨーロッパでめちゃくちゃ人気の高いスクーターなんですよ。おコト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 っと。なぜヨーロッパの人たちがキムコのバイクに惚れるかっていう理由はですね、石畳をね走るのがすごい大変なんですよ。こちらの X タウン CT はマイルドな走りで癖がないので、普段使いにぴったりだなといった印象で、でも回せばびっくりするほどスピードに乗ってくれます。 250cc でしたら高速道路もこの安定感なんで非常に余裕で走れそうです。私の SR500 よりもホイールベースが長くなった分、先ほどよりもちょっと慎重に U ターンしましたが、スポーツ性能が高いスクーターです。もうすぐに100キロ超えます。これはなんだこのスクーターは。めっちゃ寝かせられるスクーターだな。聞いてないよ。やはり理想は荷物も詰めて楽に移動できる快適なバイクも所有できたらいいですよね。そしてこちらでもフルフェイスの収納に挑戦しようと思います。
これは松栄さんの EX0 おニューのヘルメットです。後ろのスペースにすっぽり入りましたが、閉まるでしょうか。閉まった。そして足つきチェックです。先ほどの KRV よりもやや膝が曲がっていて余裕を感じます。ハンドルの真ん中には USB 電源がありました。そしてコードを通す隙間もわざわざ用意してくださってます。先ほどのタンデム試乗はいかがでしたでしょうか。このシート非常に肉厚で疲れ知らず、そして頑丈なグラブバーもついていたので乗りやすかったんではないでしょうか。なかなか見かけないこちらの色、個人的には気に入りました。こちらもライトウインカーは LED です。ヘッドライトはよく車体と合っています。ハザードもこのような感じです。テールランプも綺麗に光ってくれているので視認性が良さそうです。ホイールベースが長いことを生かして荷物を吊るしても足元が非常に広い構造です。先ほどのバイクより車格が大きくなりましたが、よく動き、よく止まる足回りでした。リアサスは2本ありました。このアングルから見上げるとフルカウルのついたスポーティーなバイクにも見えます。どこか懐かしいビッグスクーターのような形。今日ご紹介したキムコのスクーターが皆さんの生活に寄り添うシティコミューターとして一つの候補になれば幸いです。今日もご視聴いただきありがとうございました。ご安全に。